めいです。気がついたら別荘を150軒以上作っていました。1万以上いいねをいただく部屋もたくさんあったので、今回はその知識を生かして別荘作りのテーマ決めや映える部屋の考え方などを解説していきます。かなりじっくり解説しているので、私の動画を見慣れている方は倍速で見ることをお勧めします。今回のテーマは独身貴族の海にある別荘ですが、テーマを決めましょうと言ってもテーマがなかなか決まらないと思います。こういう時は2通りのテーマの決め方があって、1つ目は住民に注目すること、2つ目は好きな部屋の画像を真似して作ることです。1つ目の住民に注目することについてですが、大まかな性格で分けられているので想像しやすいんですよね。そこから想像するの難しい。こんな時におすすめの方法は〇〇系で Google 検索してみてください。そうするとワニ系女子や千人系男子などいっぱい出てくるんですよね。説明文にどんな人なのか書いてあるので、そこからこの人はこんなものが好みなんだ、こういう行動をするんだという情報から想像を膨らましていきます。そしてこのテーマがいいかもしれないと思いついたりしなかったりします。思いつかなかったとしてもある程度の方向性が決まればお部屋作りはぐんと楽になります。2つ目の好きな部屋の画像を真似して作るについてですが、多分こっちの方が1より簡単ですが時間がかかります。画像を見つけてくる手間があるからですね。検索するのにおすすめの場所は Pinterest というサイトです。 Google の画像検索みたいな感じですが、プロのデザイナーなどが御用達なので素敵なお部屋が見つけやすいんですよね。こんな感じのおしゃれな建築や部屋が見つかるので大変おすすめです。真似して作ると勝手にテーマも決まるので、テーマどうしようという考える手間がなくなりますね。おさらいですが、1、住民に注目する、2、好きな部屋の画像を真似して作るの2つからテーマ決めは楽になると思います。ではお部屋作りを再開していきます。部屋の大きさは 10×10。お部屋を作るときはとりあえず最大にしておけば間違いはないです。窓はなし、エントランスは一番右。窓はない方が自由に壁に家具を飾れるので、ない方がインテリアの幅が広がります。明るさは白で最大の明るさ。集まりの部屋は壁紙によってはかなり暗くなるのと、写真を撮った時に明るい方が加工をしやすいので白で最大の明るさです。これ以外のもう一つの白い電球の方は蛍光灯色なので画像の加工が難しくなるのでおすすめはしません。環境音は海です。壁紙と床の概要です。壁紙などの選び方は壁と床で同じ色にすると統一感があってレイアウトしやすくなります。大きい部屋は分割して考えると結構楽にレイアウトができます。私は基本的に4分割にしています。この部分にロフトを作っていきます。アンティークなワードローブを並べてロフトを作ります。このロフト部分はベッド代わりになる予定です。この一マス空いた部分に服の陳列コーナーシェルフを置いて隙間を埋めます。ワードローブと同じ高さなのでベストですね。この隙間を柱で隠していきます。柱を選ぶときは部屋の色に合わせるかロフトの色に合わせると統一感が出ます。この部分にロフトへ上がるための階段を作ります。アイアンクローゼットなどワードローブより少し低い家具なら何でも OK です。階段ダンスと合わせるのにおすすめなクローゼットはこの4種類です。階段ダンスと合わせてみるとこんな感じなので左の2つが良さそうですね。柱を1本追加していきます。このままだとここからつば九郎が落ちてしまうのでパーテーションで壁を作ります。これでロフト部分の土台が完成です。ロフトの上部分を飾り付けていきます。ここは寝室みたいな役割をしてもらおうと思っているので、ゴロゴロできる場所にこんなものがあるといいなぁと考えながら置いています。この住民ならきっとこうするなというのを混ぜていけば部屋のテーマからずれずに家具が置けます。階段の前に置くと不自然になるのでこのスペースは家具を置かないようにします。ロフト上が完成したので次は一番奥の壁に窓を作っていきます。
この枠で囲った部分に窓を作っていきます。この窓枠は公開していません。左側に海へ続く玄関を作るので、左側は後で解説します。この部分が不自然なので柱で隠していきます。柱と蓄光ウォールステッカーの組み合わせは無限大ですね。床があまりにも住み心地が悪そうなので、この部分にフローリングを敷いていきます。こんな感じで左右同じ大きさになるように玄関の幅が取りたいので、ここはフローリングを縦に置きます。ここの部分は 3×2 の今敷いていたものが合わないので、2×2 のフローリングタイルを敷いていきます。ここにキッチンダイニングを作ります。この柱を隠すように突っ張りラックを飾ります。うまく左右で家具などを飾れない場合は、エリアの端にぴったり合わせるようにすると綺麗に見えます。玄関の左右の端に揃えるのもおすすめです。家具は黒で銀のフレームのもので揃えています。この隙間を埋めます。このつば九郎は基本的に料理はできますが、買ってきたものが多いのであまりキッチンは充実させないようにします。ここの部分が空いていてバランスが悪いので、どっしりとした背の低い家具を置きます。背の低い家具にする理由は、手前に背の高い家具があると奥が見えなくなるので、入り口側は背の低い家具を置くようにしています。バスルームにつながるドアをつけます。ドアを中心にして三角形になるように壁に家具を飾り付けます。三角形にする方法は近接したもの同士だけでなく、全体的に見て三角形でもまとまって見えます。こんな感じで床に置く家具と壁掛け家具を使って三角形を作ったりしてもまとまります。玄関の飾り付けをしていきます。ここはガレージと同じような感じで物をたくさん詰め込んでいきます。つば九郎はアウトドアスポーツがとても好きな設定なので、スポーツ用品とスポーツウェアを置いていきます。あとはスポーツ用品の手入れをする場所ですね。何らかのスポーツをしたことがある人には経験があると思いますが、手入れする場所が狭いと思うようにメンテナンスができなかったりするんですよね。壁を飾っていきます。作業台の場所と合わせる予定でしたが、作業台の位置が微妙だったので後で直します。ここの位置に靴をたくさん飾って、服装にもこだわりのあるつば九郎の姿を表現します。つば九郎の名前に黒が入っているので、黒色が好きな設定です。ロフトに引き続き玄関もこの部屋のフォトスポットです。お部屋を作るときに自分の中でフォトスポットを作ると写真映えするのでおすすめです。フォトスポットは家具を多めにして、それ以外のエリアはシンプルにするとメリハリがつきます。作業台の位置を直します。玄関と壁紙の境目が不自然なので前レザを貼っていきます。玄関の前レザも公開していませんが、使える用途がこれぐらいしかないので公開する必要はなさそうだと思っています。境目が調整されて、前に比べると少し自然な感じになりましたね。次は左手前側を飾り付けていきます。木製パーテーション M の両端に突っ張りラックを置く組み合わせがお気に入りです。パーテーションの幅と部屋の入り口側の線にぴったりになるようにソファーを並べます。ぴったり配置することによって心理学的にも安心する配置になります。椅子の大きさや数など迷った時はぴったり配置がおすすめです。なんかここ空きすぎているなぁと思う場所に家具を置いていってももちろん大丈夫です。シンメトリーなどが少し崩れても美しいと思えるのは人間の心理だからです。逆に崩していくことで個性が出てくるので、そこが自分らしさにつながります。私はその部分がまだまだなので、もっと勉強したいですね。ここもまた三角形になるように並べます。突っ張りラックの棚を延長させるような感じで家具を並べます。
これで完成です。じっくりゆっくり解説はいかがだったでしょうか。いつもよりかなり細かく解説したので情報が多すぎとなっている方もいるかもしれません。他の動画でもテクニック系を話しているのでいろいろ見てもらえたらいいなと思っています。ゆっくり解説もたまにはいいかもと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。今回のおまけは SNS に投稿した海の街を走る路面電車です。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。